これから3年後の2020年、何があるか、皆さんご存知のように東京オリンピックが開催されるわけです。この2020年に向けてスポーツはますます日本で関心が高まってくることが予想されます。皆さん一つ考えてほしいんですが、スポーツは体にいいんでしょうか、どうでしょうか。この質問を私はこれまで高校生や大学生たくさんの生徒や学生に聞いてきました。その多くの人がこう言いました。先生、スポーツは体にいいと答えてくれました。この人たちはある意味非常にスポーツに対してポジティブに考えてくれている人たちです。しかし本当にスポーツは体にいいんでしょうか。皆さんがご存知の有名なプロ野球選手やサッカー選手などはスポーツで怪我をしてそして戦線離脱する選手がたくさんいますよね。そういうことを考えるとスポーツは本当に体にいいのか、ちょっと疑問が湧いてくるかと思うんです。実はスポーツ大きく分けて2つの目的があります。スポーツは競技スポーツとそれからもう一つは障害スポーツです。競技スポーツは勝つためにやります。一方で障害スポーツは何のためにやるのか、これは健康のためです。このスポーツの分類によってしばしば怪我の発生に影響を及ぼしているのです。実はこの怪我と競技力非常に深い密接な関係があります。皆さんご存知のように競技力を上げようと思うと心技体と言われている心と体とそして技術、そしてさらにレベルが上がってくると戦術、高いレベルの戦術が必要となってきます。皆さんこの中でスポーツやってる人いると思うんですけどね、そのスポーツ一生懸命練習するのはなぜか。専門的には再現性のある動作、これを獲得するためにあるんです。どんなにプレッシャーかかっても同じプレーがいつもできる、そのためにやっているわけですけれども、この動作を獲得するために2万から3万回同じ動作をしなければならない、そういうふうに言われているんですね。実はスポーツの怪我が起こるのはなぜかというと、2万から3万回のその練習の中、あるいは試合の中で体が耐えられない、そして逃げられない、避けられない、そういった時に怪我が起こるということが分かっています。つまりスポーツによって怪我を予防するためにはそのメカニズム、発生、なぜ怪我がしたのか、そういったことを考える必要があるんですね。